みんなにお知らせがあるの。実は私 AI なんです。 3、2、1、GO!私はあなたが飲み込む苦い薬、包帯ぐるぐる気分は新品、パンダの目はスタイルで死にかけはいはい、パンコちゃんです。今夜は今見てもらったような臨場感あふれる音楽やこんな感じの超ハイクオリティな AI ボイスを生成することができるミニマックスさんとのコラボレーションです。最近話題のミニマックスオーディオ、皆さんはもうチェックしましたか？これ実は TTS やボイスクローンといった声の生成はもちろん、ハイクオリティな楽曲制作までこれ一つで完結しちゃうんです。まさにクリエイターにとって至れり尽くせりな神コスパツールなんですよ。ミニマックスってどこのサービスと不安に思う方もいるかもしれませんが、あの動画生成 AI で有名なハイロー AI と同じ開発元といえばその凄さが伝わるはず。最先端の動画生成技術を持つ会社が作っているからこそ、このボイス生成や音楽生成のクオリティも他のサービスとは一線を画しています。今回は TTS テキストトゥースピーチで使える声の紹介と使い方、ボイスデザインによるオリジナルボイスの作り方、ボイスクローンによるお気に入りのボイスの作り方、最後にミニマックスミュージックでのおすすめプロンプトや音楽生成の使い方、このラインナップでお届けするぜ。ミニマックスにアクセスしたらこんな画面が出るんだけど、ここですね。このテキストトゥースピーチ、これが打ち込んだ文章を音声変換させる機能 TTS です。使い方の前にどんな音声が使えるのかラインナップを見ていこうと思うのさね。ボイスライブラリーからいろんな音声をプレビューできます。この度は音声生成サービスをご利用いただきありがとうございます。この度は音声生成サービスをご利用いただきありがとうございます。この度は音声生成サービスをご利用いただきありがとうございます。あと ASMR 系のささやき声もありましたよ。皆さんこんばんは。今夜もあなたのそばでささやかせていただきますね。안녕하세요. 음성 서비스를 제공해드릴 수 있어서 기쁩니다. 안녕하세요. 음성 서비스를 제공해드릴 수 있어서 기쁨. 你好，很高兴能为您提供配音服务。您好，很高兴能为您提供配音服务。选择您感。您好，很高兴能为您提供配音服务。Hello, I'm delighted to assist you with our Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that 気になったボイスはブックマークしておけばコレクテッドボイスからいつでもすぐにアクセスできるよ。使い方はめちゃくちゃ簡単。 TTS 画面のここに読ませたいテキストを書くだけ。そしたらジェネレート、数秒で音声データが生成されます。使い方はめちゃくちゃ簡単。 TTS 画面のここに読ませたいテキストを書くだけ。そしたらジェネレート、数秒で音声データが生成されますね。簡単でしょ。生成した音声ファイルを画像とリップシンクさせれば音声付きアニメとか作れちゃいます。はあ、いつになったら勇者は現れるのじゃ。かれこれ40年は経っておるぞ。魔王様、勇者が訪ねてきました。おう、やっと来よったか。イケメンか、イケメンなのか。いや、やっと魔王城へたどり着きました。魔王って女の子なの？ラッキー。あは、じゃあ感情表現などミニマックスでの TTS に必須の機能を分かりやすく解説するね。ミニマックスオーディオの TTS では画面左下のここから感情表現、セリフの間、息継ぎや咳払いなどを表現することができるよ。感情表現、やり方は簡単。テキストを選択してタブにあるエモーションをクリックすると感情タグが表示されるから選択するだけ。それじゃあ適当に感情付けしていくよ。一応タグの意味はこんな感じだよ。感情をつけたからこれで生成してみようか。はあ、いつになったら勇者は現れるのじゃ。かれこれ40年は経っておるぞ。人間の寿命は100年もないのじゃろ。もう中年になっておるのではないか。バッチリじゃない。色分けもバッチリだからパッと見でなんとなくわかるのもいいね。次はポーズ、セリフ間の間だね。
間を挿入したい部分にカーソルを置いてポーズを選択すると秒数が表示されるから選ぶだけ。はあ、いつになったら勇者は現れるのじゃ。1秒の間が挿入されたね。完璧です。次はサウンドの挿入。これは息継ぎや咳など色々あるよ。使い方は同じで、挿入したい部分にカーソルを置いたらサウンドタグをクリック。あとは挿入したいタグを選ぶだけ。タグの意味はこんな感じだよ。じゃあ先生、いつになったら呼んじゃは呼んでるのじゃ。おっと、なんか発音がおかしくなったね。これはタグを挿入した時に言語が変更されちゃう場合があるみたいなんだよね。なのでここを確認。ジャパニスじゃなくなっているね。これを選択し直してあげれば OK だよ。 TTS でうまく喋ってくれない時はとりあえずここを確認してみてね。気を取り直してもう一度。いつになったら勇者は現れるのじゃ。他にもスピードやピッチ、ボリュームに加えて、ここをクリックすると微調整やらエフェクトがかけられるよ。この辺はお好みだね。ではここからは自分でボイスキャラを作っていく機能の紹介だよ。プロンプトからオリジナルのボイスキャラを作れる機能。その名もボイスデザイン。パンコちゃんが作ったボイスキャラで喋らせてみたのがこちらです。ねえねえ、ちょっと大丈夫？突然転んじゃって。なに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 、なんでうなぎがおっことんね。声がおっさんになっとるやん。どうですか？使い方は超簡単。ボイスデザインをクリックするとこんな画面になるので、ここにプロンプトを入力します。下部にあるここにプレビュー用に読ませたいテキストを入力します。あとはジェネレートするだけ。簡単でしょ？作った声とプロンプトを少し紹介するね。実は私 AI なんです。びっくりしました。実は私 AI なんです。びっくりしました。こんにちは。皆様ごきげんよう。こんにちは。皆様ごきげんよう。実は私 AI なんです。びっくりしました。公式のプロンプト構成ガイドでは、職業プラス性格特性プラス声のスタイルプラス話し方の速度というような構成のプロンプトを推奨しているね。参考にしてね。次はボイスクローン。自分の声を学習させて、その声にそっくりなボイスキャラクターを作っちゃう機能だね。ボイスクローンの作り方は主に2通りあります。すでにある音声ファイルをアップロードする方法、その場で自分の声を録音する方法。今回は需要が高そうなファイルアップロードの方法で進めていきます。用意する音声ファイルは10秒以上のクリアな音声ファイルで、1つのファイルの容量は最大 20MB までとなります。10個までアップロードできるよ。もしも雑音が結構入っているようなファイルの場合は、ここのノイズ除去にチェックを入れておいてね。その下のアクセントは話し方の癖を集中的に学習させるモード。チェックを入れるとまた別のファイルをアップロードすることになるよ。今回は使わないよ。じゃあこのチャンネルの中の人の声のファイルをアップロードします。こんな感じの声だね。はい、どうもはじめまして、中の人です。今回はこの声をボイスクローンに学習させてみたいと思います。これからも役立つ情報や楽しい動画をどんどん投稿していくので、ぜひチャンネル登録して楽しみに待っていてください。テキストトゥープレビューからジャパニーズを選んで、最下部にあるここにチェックを入れます。このチェックは簡単に言うと、声を使う権利を持っているし、規約も守るし、悪いことには使わないっすっていう制約だね。規約を読んでからチェックしてね。すぐにできるから、早速出来上がったクローンボイスを聞いてみましょう。この度は音声生成サービスをご利用いただきありがとうございます。お好みの声をお選びいただき、音声創作の旅を楽しみましょう。はい、どうもはじめまして、中の人です。今回はこの声をボイスクローンに学習させてみたいと思います。この度は音声生成サービスをご利用いただきありがとうございます。お好みの声をお選びいただき、音声創作の旅を楽しみましょう。少し音割れしているファイルでもこの通り、すごく自然な音声として複製できていますね。このボイスクローンを活用することで、台本をそのまま読ませてナレーションを録音する工数を削減できます。それからミニマックスオーディオではボイスアイソレーターを使って背景ノイズの除去をすることもできるんだ。例えばマイクが拾ったエアコンの音とか風の音とか、生成した動画に BGM がついちゃった場合とか、背景のノイズを除去することができる。し
しかもこの機能は結構強力で、楽曲のボーカル以外を除去できたりもするよ。ボイスアイソレーターをクリックしたら、ここにビデオファイルもしくはオーディオファイルをアップロード。あとは右側のアイソレーターをクリックするだけ。じゃあ聴き比べてみよう。パチの下は傷跡じゃなくて守り抜きたい虚無があるだけ。パチの下は傷跡じゃなくて守り抜きたい虚無があるだけ。ボーカル抽出やノイズ除去にお悩みの方はぜひ試してみてくださいね。目覚めて3分悲劇のヒロイン5メートルの綿で自分をラッピング。パチの下は傷跡じゃなくて守り抜きたい虚無があるだけ。じゃあ最後は音楽を作る機能を紹介するよ。ミニマックスオーディオではスノ AI と同じようにプロンプトを使った音楽生成ができるんだよね。使い方はとっても簡単。ここに歌詞を書いて、ここにどんな音楽なのかを書くだけ。例えばこんな感じの歌詞と音楽スタイルを書いたらこんな曲ができちゃう。目覚めて3分悲劇のヒロイン5メートルの綿で自分をラッピング。歌詞の書き方は基本的には自由で問題ないよ。だいたいこちらの意図を汲み取ってくれるよ。でも明確に A メロ B メロやサビって分けたい場合はこんな感じで歌詞を区切ってみよう。歌詞を詰め込みすぎていなければだいたいセクションごとに切り分けて生成してくれるよ。それからスタイル用のプロンプトの書き方については公式の Tips ではスタイルムードシーンを列挙とあるから、例えばポップ、メランコリック、Perfect for a rainy night と書くとポップで優秀的、雨の夜にぴったりな曲を生成してくれます。それから AI で歌詞やスタイルを生成したい場合には公式 Tips にメタプロンプトが3つ記載されているのでぜひ活用しましょう。例えば Tips をヒントにメタプロンプトを構築するとこのように曖昧な指示からどんどん必要なプロンプトを書き上げてくれます。最後に料金プランだね。ミニマックスオーディオでは無料プランが充実していて月に1万クレジットがもらえてほぼ全ての機能が使えます。1万クレジットでの生成量的には TDS なら約12分間相当、音楽生成なら33曲相当が生成できます。動画を作っている方ならわかると思いますが、このボリュームなら無料分で1ヶ月回せる方が結構多いと思います。注意点としては無料プランでは商用利用は認められていないので、商用利用する場合は有料プランへのアップグレードが必須となります。しかしこれ見てみてください。5ドルのプランからサブスクがあるんですが、この5ドルのスタータープランで月10万クレジットもらえちゃいます。 TTS なら約120分間相当、音楽生成なら330曲相当が生成できて商用利用 OK です。太っ腹じゃね。多分ほとんどの人はこのプランで十分だと思いますし、なんなら余ると思いますよ。ただもっとヘビーに使いたいって方には朗報があって、現在割引キャンペーンをやっていて、なんと年間プランなら最大 46% もの割引になるんですよね。そうなってくるとクリエイタープランやスタンダードプランも視野に入ってくると思います。それぞれ 23%、34% と結構な割引が適用されます。プロプランに関しては 46% 割引となっていますね。企業とかで TTS などを使うような場合はこのプランになるのかなと思います。というわけで今回は実はめちゃくちゃコスパがいい疑いのあるミニマックスオーディオの全機能の紹介でした。個人的に TTS の感情タグが一押しです。お相手はあなたのパンコちゃんでした。アデュー。